今回松山空港より韓国ソウルに行ってきました。出国手続きが終わって国際線の待合所はこんな感じ。チェジュ航空という韓国の航空会社を利用しました。乗っていくのはあれ。早速乗り込みます。無事に帰ってこれますように。韓国が見えてきました。高層ビルがたくさん、大都会ですね。自然と気持ちも高ぶります。こんな感情久しぶりです。この橋は韓国一の長さを誇るインチョン大橋。インチョン市内とインチョン国際空港を結んでいます。着陸です。無事に着陸。韓国到着。時刻は17時24分。日本と韓国との時差はありません。インチョン空港は広くて入国審査場まで電車移動が必要です。行き先間違えてないか混乱してしまいます。無事入国審査をパスしました。何も聞かれませんでした。はじめに銀行でお金の両替。1万円分両替して8万1000ウォン。1万ウォンが1000円なので8100円分。随分とレートが悪いですが、銀行、街中の両替所の方がレートがいいらしいので、ここは必要最低限。初めてのお買い物はお水と地下鉄やバスで利用できるプリペイド交通カード、キーマネーカード。次に日本の SIM から韓国用 SIM に入れ替えます。これで値段を気にせずスマホが使えます。旅行中ほぼ問題なく使えました。設定も書いています。準備が整ったところでリムジンバスで市内に向かいます。안녕하세요. 6001. 何代目マーケット? How many? 17,000. 10,000, 7,000, 17,000. Bus number because of time. Platform 5 ですね。One person. Anytime. Is there a bus running? 5B2. Now? Yes. Thank you. 감사합니다. 전주요. よくわからないですが変えたようです。とりあえずバスと書いてある方向へ。OB の2を探します。大きく乗り場の番号表示があるので分かりよいです。6001見つかりました。これですね。감사합니다. 아, yes. 韓国の第一印象は最高です。幸先よくいい旅になりそうな予感がします。バスの中はこんな感じ。ふわふわシートで乗り心地は最高でした。高速道路に入ります。安全のためお座席のシートベルトを着用してください。
道路標識は日本と同じ青。松の木が綺麗。植生も日本と似ているのですかね。空から見えていたインチョン大橋。海と夕日が綺麗でしまなみと間違えそう。軍隊の広告。もし朝鮮戦争が再開してしまった時のため、高速は広めに作っているそうです。都心に入ってきたような感じ。高層ビルが増えてきました。南大門市場、ここで下車します。空港からは約1時間。外見てたらあっという間でした。감사합니다.ここから歩いてすぐの場所に宿を予約しています。バス停を降りて左方向に向かいます。すごく落ち着いてて安心して過ごせそうです。ゴミ一つ落ちていないのが印象的でした。地下鉄ペヒョン南大門市場駅2番出口。ペヒョン駅1番出口。CU というコンビニを右へ。Y 字路の左へ。泊まるホテルが見えてきました。2日間滞在する電王ホテルです。アコダで1泊5000円ほどの格安ホテルでした。早速チェックインしてみます。안녕하세요。フロントには誰もいません。저기요。発音が合っているのかわかりません。しばらくすると出てきてくれました。広いベッドがあり、綺麗な水回り、アメニティも一通り揃っていました。十分ですね。では夕食を兼ねて街を散策してみます。ミョンドンの方面に向かいます。ここは先ほどの地下鉄前の交差点。青になりました。信号機は赤になるまでの秒数が表示してありました。これはタンクローリーかと思いきやバキュームカー。
スモーキングエリアが設置されていました。この螺旋状に広がる通りは噴水広場を中心として歴史的建造物と現在の建物が融合した空間になっています。ズボンのような形のソウル中央郵便局、旧三越京城支店、奥にはソウルタワー、旧朝鮮銀行、旧朝鮮貯蓄銀行、では本を片手にミョンドン目指します。大阪みたいな雰囲気を醸し出しています。BTS ブラックピンクは知ってました。地上に上がるとちょうど屋台。いっぱいありすぎて目移りしてしまいます。감사합니다. 振り返るとこれが韓国料理で一番でした。たくさんの食べ物屋さんがありましたが、次に選んだのが韓国の海苔巻きキンパ。このたくさんの中から6種類を選ぶスタイル。저 김치말입니다. 맛있는 김치말이에요. 네, 감사합니다. 맛있는 김치말입니다. 네, 앞으로 어서오세요. 네, 어서 들어올까요? 김치랑 커플을 내리주셔.すごい人で溢れています。眠らない街ミョンドンと言われるはずですね。韓国のロト、夢を求めるのはどこも一緒ですね。セブンイレブンがありましたので入ってみます。多いお茶、ポカリスエットなど日本のもありましたが値段は高めです。ここは24時間好きな麺が食べられる話題の無人ラーメンコンビニ。トッピングを好きなだけ入れれるそうですよ。ちょっとスタイルが日本と似てます。
最後にトッポギをいただきました。おでんの出汁も美味しかった。日本では見かけないバンチョ貝も食べられます。これだけ食べてお腹いっぱいになりました。ここはナンデムンです。近くに寄ってみると迫力があります。朝鮮王朝初代皇帝李成桂により1398年に建てられました。切り込み剥ぎの石垣が見事です。韓国最古の木造建造物で国宝指定第1号の建物でした。火災のニュースでは大衝撃を受けましたが、見事に復旧しています。初日はこんな感じで終了です。2日目より本格的に観光します。2日目スタート、良い天気になりそうです。ホテルからナンデムン市場まで朝食を食べに行きます。インターネットによると巨菜食堂というところが有名らしいので行ってみます。ナンデムン市場は地方およそ200から500メートルの中に約1万店以上が立ち並ぶ韓国最古にして最大の市場です。昔ながらの市場の風景が残っていて、トンデムン市場と並ぶソウル2大市場の一つです。日本人観光客にも人気の高いスポットの一つだそうです。自分が行った時も日本語が飛び交ってました。ここはナンデムン市場5番ゲート。そしてここが地下鉄ペフヨン駅5番出口前。巨菜市場はここからすぐの場所にあります。はい、到着。たくさんの食堂があって、ここから選ぶことになります。雰囲気はこんな感じ。人気がありそうな店を選び、カルブスクという平打ち温麺を注文。日本でいううどんみたいなものです。赤飯、キムチ、春雨がついてきました。朝からしっかりお腹が膨れてしまいました。巨菜市場を後にし、これから地下鉄でキョンボックンという昔の王宮に行きます。初めての韓国地下鉄です。通勤客ですかね。場所柄かもですが、カジュアルな服の人が多いですね。まずは空港で買った T マネーにお金をチャージ。この右にある青い機械がチャージ機。日本語の案内もあります。
通カードをチャージする位置に乗せてください。チャージする金額をお入れてください。1万円のチャージです。チャージする金額を介入するとチャージが行われます。チャージが終わるまでお待ちください。チャージが終わったらカードをお取りください。チャージが完了しました。交通カードをお取りください。キョンボックンに向かいます。自販機で水を買ってみました。やることなすことすべて初めてで新鮮味があります。電車が来ました。車内はこんな感じ。ここで乗り換え。駅構内はこんな感じ。他にの自販機もありました。電車到着。キョンボックン駅到着。急ぎの人のため左の通路を開けてました。お、雰囲気出てきましたね。これから行くキョンボックンは朝鮮王朝の王宮で韓国の象徴的な観光名所です。1395年、朝鮮王朝を建国した李成桂により建てられました。門が見えてきました。キョンボックンの入り口です。ここは敷地のほんの一部ですが、それだけでも広いです。上から見た全体の景色、すごいとしか言いようがないですね。一番奥には韓国大統領府青瓦台も見えています。Commander's order。结束执勤的守门军在指挥官的引领下完成任务，退往休息场所，迎军直所。勤務を終えた到着スモン軍は指揮官の命令に従い、営兵所である4軍実所へ移動することで任務を果たします。끝까지 관람해주신歴史好きにはこんな彫刻に興味が惹かれます。ここは政治の中心を担う正殿、金正殿。この石畳がいいですね。身分によって整列する場所が異なっています。右に文官、左が武官となっています。この席中、身分の表記がなされています。いい味を出してますね。
正殿内部の様子です。中央に王の玉座が置かれています。公式行事、外国施設との接見などに利用されていました。天井や柱の装飾も素晴らしいものがあります。恐れ多いですが、王様視点の景色です。その他にもいろんな施設があったので見て回りました。どれもこれも興味深いものでした。キョンボックンの次は宝華門広場です。李氏朝鮮の第4代国王セジョン大王の像。韓国では朝鮮王朝史上屈指の名君と言われているそうです。像の裏にセジョン物語という博物館がありました。セジョン大王は韓国語のハングル文字を初めて作ったそうです。これは初期のハングル文字のようです。天球儀、火薬火器、これらはセジョンが作ったものと言われています。この像は豊臣秀吉軍と戦った李承信像です。噴水になっていました。ハンガンの北側の中心でチョンノと呼ばれる道を歩きます。ビジネス街ですかね。チョンノタワー、近代的な全面ガラス張りのデザインと最上階のビル中央が空洞になった珍しい構造が目を引く33階建ての高層ビルです。この中でひっそりとレトロな旧郵便局の建物が残っているのは嬉しいですね。お寺があったので入ってみます。チョゲサというお寺、韓国最大仏教宗派の総本山です。天井に何かが吊るされていてカラフルになっていますね。ここは本堂ですかね。次にフグチョン韓屋村です。朝鮮王朝から続く韓国の伝統的家屋である韓屋が密集している地域です。少しだけ坂道を登りますが、そこまで気にするほどではなかったです。フグチョン韓屋村はチョンミョとキョンボックンとチャンドックンの壮大な宮殿の間にあり、朝鮮時代に作られたヤンバン階級の居住地、日本でいう高級官僚の住まいといったところでしょうか。今でも子孫が居住していると思われます。井戸です。しっかりと水も確保してますね。煙突がアクセントになっていい雰囲気を醸し出しています。右側の建物、韓屋をリノベーションしているのでしょうか。チマチョゴに来て観光している人もたくさんいます。遠くにキョンボックン、宮殿を見下ろしても大丈夫だったんですね。ここは象徴的な場所。多くの人が行き来してます。時間があったらもっとゆっくり散策したい場所でした。お昼はここ。
げた、鶏にもち米、漢方、朝鮮人参を入れたスープ。自分は黒ニンニクを入れてみました。値段は1700円ぐらい。鶏1匹出てきました。韓国の消防署。不思議な乗り物を発見。こんなんで公道を走っていいんですね。左に見えるのは世界遺産のチャンドップン。明日ツアーに参加のため今日はパスします。この日はチャンドップンの隣にある世界遺産チョンミョに行きます。途中大覚寺というお寺を発見。誰と戦っているのでしょう。気を取り直してチョンミョへ。チャンドックンから歩いていく場合、案内板がないんで分かりにくいかもです。この壁の向こうはチョンミョの敷地内。大都会の中、ここは自然の森になっています。この赤門が入り口です。この日は個人での散策が認められておらず、ツアーの参加となります。ツアーまで時間があったので少し散策。誰だかは分かりませんでしたが立派な像がありました。いよいよチョンミョ内に。ガイドさんの説明を聞きながらの散策となります。あとで案内図がありますけど、あそこは結構暑そうですよね。考えたらこうでしょ。チョンミョは朝鮮王朝の歴代の王や王妃の魂をお祭りしている施設。咲いてます。鯉も泳いでます。昔の時代特記を見ると正殿、永明殿があり、特に正殿は東洋のパルテノン神殿だと呼ばれているそうです。祭祀は毎年5月、チョンミョ祭、例祭が行われています。見学できるものならしてみたいです。丸い島に一本の木が植えられていますけど、歩きます。この石畳は王が通る道。庶民は土の道を通らないとですね。ここはみそぎを行う祭室。みそぎを行い正殿に向かう流れです。ここは正殿。残念工事中でした。ここは永明殿。正殿に祀られなかった王が祀られています。あの時代は入ることができません。だから皇太子と皇太子さんの間に2人の息子がいましたけど、この息子たちは入る資格がありませんでした。長男はですね、1421年、第4代国王セジョンにより建てられました。この2人を祀るために新しく部屋を作りましたが、いいえ、最後に建てられたのが200年前です。だから200年前から100年。登り方にもルールがありました。実に興味をそられる場所でした。次に向かったのはこちらも観光客に人気なカンジャンシジャン。
市場開設以来100年以上の歴史があるソウル最大の市場です。カンジャンシジャン食品区域。赤い服を着ている観光案内ガイド。腕に日本語と書かれていましたので、困ったら日本語で教えてくれると思います。ここを左に折れると、インターネットでよく紹介されているユッケ通り。日本ではなかなか食べられないユッケの店がたくさんあります。人気店は人でいっぱいでした。1号店、2号店、3号店も同じ。はい。ユッケだこ店一貫に50名店頭オリジナル。大丈夫。美味しかった。自分もせっかくですので食べてみました。海苔で巻いてもいけました。何の行列かと思ったら、パン屋さんの行列でした。試してみたいけど今回はパスしました。次に行ったのはトンデム。最寄り駅は地下鉄トンデムの駅があります。満員電車に乗って着きました。ここはトンデムの駅。9番出口を出て振り返ると少し見えてきましたトンデム。トンデムンは西朝鮮時代にソウルを取り囲んだ城郭の東門。外敵から都を守るため1396年朝鮮王朝を作った大祖李成桂により作られました。ここはトンデムンの裏側です。正面は繁栄系の城壁で守られていました。石垣が整然と積まれ、敵から容易に攻め込まれない作りとなっています。門の入り口天井に王の象徴、竜の装飾が施してあります。中には入れませんでした。残念。石垣の一部は1706年に改築した当時のものです。築城の責任者、職人の名前などが刻まれています。今も城壁で囲まれた跡が残っていて、万里の長城みたいなこの城壁が周囲 18.5 キロ囲まれていました。時間がかかりそうですが、一周回ってみるのも楽しそうです。ここからの景色は絶景です。城壁には鉄砲様のような穴もあります。
もっと上まで登るともっと綺麗な景色が広がっていました。トンデムンの周りを車が行き交う風景、韓国らしく感じました。左はトンデムン市場、トンデムンデザインプラザ、ソウルのランドマークの一つでトンデムン市場を代表する観光名所となっています。さて戻ってきましたソウル駅、近代的な建物ですね。代わってここはソウル駅旧駅舎です。1925年に建てられました。設計したのは日本人の塚本康さん。少し東京駅に似てますね。ここは韓国のダイソー。ソウル駅の出口にありました。入店してみます。日本とさほど違わないです。値段もほぼほぼ100円でした。次にロッテマートでお買い物。巨大なスーパーマーケットでここに来たら何でも揃うと言われています。ほとんどのものが日本より値段が高く感じました。円安の影響ですかね。これにて2日目の観光は終了。車に物が吊るされている。日本では見られないです。交通法違反になりそうですね。3日目朝、ナンデム。ホテルに荷物を預けて観光です。今日はミョンドンのホテルに宿泊です。このビルの15階、ステップインというホテルです。ここでまずは荷物を置かせてもらいました。ここは地下鉄ウルチロ一区駅。これより世界遺産チャンドックンに行きます。チャンドックンは朝鮮王朝キョンボックンの利宮で最も創建時の面影を残している宮殿と言われています。チャンドックンは3駅先のバンコク駅より徒歩圏内にあります。ここはチャンドックン正門にあたるトンカ門。1611年再建の韓国最古の門と言われます。トンカ門の左がチケット売り場。では入場します。鬼怒川橋。韓国最古の石橋で1411年、朝鮮三大国王大宗の時代に作られました。インジョンムン、正殿に入っていく大門。ここは正殿であるインジョンジョン。王の即位式や神家による祝いの儀式、外交施設との接見式など国家の重要な行事が行われた場所です。インジョンジョンの内部。内部の装飾は見事です。中央には玉座が置かれています。ここは王が仕事を行うソンジョンジョン。王と神家が議論したり、受精の試験会場や宴会の場として使用されていました。こ
こは朝鮮王の生活空間ヒジョンダン。この煙突が好きでした。ここは王妃様の生活空間テジョチョン。少し中で見られました。テジョチョンの後ろには花壇もありました。この場所は独特な作りになっていて、王妃がここでお花を楽しんだのでしょう。次にヒウォン。ここは個人散策が認められていなくてツアーの参加となります。このために時間を合わせました。周囲は緑に囲まれていて気持ちいいです。ここは韓国式庭園の最高傑作と言われています。個人的にもこの旅行で一番楽しみにしていました。この池は不四寺、陰、陽、五辺節に従って四角い池を地に見立て、池の中に空を象徴する丸い島を作ったと言われています。ここはエリョン寺。名前通り可愛いハスの花が咲き始めていました。ここは落ち着いた空間になっていました。この場所はお客をもてなす場だったそうです。チャンドックン、素晴らしいところでした。お昼はここでキムチチゲを食べます。移動してきました。ここはカンナム、地下鉄ソンルン駅。カンナムは韓国の教育文化経済活動中心地。韓国最高の住居地であるため洗練されています。こんな都会に世界遺産に指定されている朝鮮王陵がありますので行ってみます。
正面はもう敷地内。ここを右に曲がります。到着です。チケット売り場。全体図です。現在地がここ。第9代国王世宗。世宗の王妃。第14代国王中宗が祀られています。チョンミョが死者の魂を祀るのに対し、ここは実際にお骨が埋葬されています。世界遺産に指定されている朝鮮王陵は、北朝鮮にあるものも含め40基ありますが、ここはそのうちの一つです。ここはジョンニュンと呼ばれる第14代中宗の陵墓です。この鳥居のようなものが公然門。俗世と聖域の境界線。参道の左側は神が通る道。右は王が通る道。自分は右ですね。この建物は祭祀を行うチョンジャ閣。ここはヌンチムと言われ王が眠っている場所。ちなみにここに眠っている王はドラマチャングムの誓いの国王として知られているらしいです。第9代国王世宗の奥さんの陵墓。武人、文人、動物が守護しています。第9代国王世宗陵。1457年に生まれた世宗国王は13歳で王位につき、在位期間25年の間、終始全盛を敷き、民衆は建国以来最も太平盛大な歳月を迎えたそうです。経典と詩をこのようなく愛し、文化の黄金期を作った人だそう。偉大な人物もいますね。資料館がありました。韓国語なんで分かりませんでした。翻訳アプリなんかあると読むことができるかもです。以上、朝鮮王陵でした。次にやってきたのがソウルスカイ。高さ555メートルの展望台よりソウルの街を見下ろせます。この立派な建物のここがチケット売り場です。真下にはロッテワールド。大きな川、繁華。見どころはここ。
下が透明なんです。思った以上に怖いですよ。ソウルスカイおすすめです。天気のいい日にもう一度来たいです。ところ変わってここは地下鉄ソクチョン古墳駅。ここから徒歩8分の場所にソクチョンドン古墳群というところがあります。3世紀から4世紀、朝鮮三国時代前期の古墳群で、今は亡き百済の王族貴族の墓と推定されています。一部高繰式の古墳もあって謎めいています。ここは第3号墳。階段式積石塚と呼ばれていて、百済第13代国王の金正公王の墓と言われています。日本との関係は良好で、国王より国宝七支刀が贈られています。すごくロマンがある話だと思います。土工墓と言われる土葬の跡。こんなんもありました。詳しい人に聞きたいですね。発掘中、新たな発見が期待されます。次の世界遺産、ここで決まりそうですね。ホテル紹介はこのくらいで、夕食に行きます。お目当ての焼肉屋さんに行くつもりです。
감사합니다. 이거 주기요. 하나. 이거 하나 주기요. 치즈케이크.焼肉屋さんに来ましたが、あんまりお腹が減ってないんで、今回はパスしました。안녕하세요. 이거 주세요. 하나. 네, 종이컵에 드세요. 예. 네, 감사합니다. 감사합니다. 어서오세요. 떡볶이 안 오겠습니다. 김밥 드시고 가세요. 안녕하세요. 이거 주세요. 호떡 치즈 호떡. husband. ホテルをチェックアウトしてまず向かったのはこちらミョンドン大聖堂。1898年に建てられたゴシック建築。せっかくですのでお祈りをさせていただきます。中も立派。ステンドグラスも素晴らしいです。
内部は神聖な空気が流れています。心洗われるようです。ここはロッテ百貨店の本店、ロッテホテルソウル。ソウル市役所、ウォングダン。三国時代から豊作儀式、雨乞い儀式が行われてきた丘。現在の建物は1897年のゴジョンの即位式の際に建てられました。ソウル公園、ソウル図書館。屋外図書館なんですね。ソウル図書館は昔市役所として使っていました。大理石がふんだんに使われていて豪華になっています。では次に向かったのは聖公会ソウル聖堂。1926年に作られたロマネスク様式の聖堂。지금 기어서를 듭니다. 가수로 기어서 가고 있습니다. ではバスの時間もありますので、しばし韓国ともお別れです。インチョン国際空港到着。いろんな都市に飛んでいます。インチョン空港はアジアのハブ空港と呼ばれている。日本も頑張らないとですね。テジ航空のカウンター。まずはチェックイン。機外であっという間に終了。日本語案内もありました。出国手続きを済ませ、最後の韓国料理、野菜キムチチゲを注文。
松山空港行きの乗り場ですが、インチョン空港はめちゃくちゃ広いです。松山空港行きは一番端にあるので乗り遅れそうです。出発の2時間前には着いておきたいです。急がなければ。なんとか間に合いましたが、皆様もお気をつけください。
瀬山が見えました。おなじみの光景です。無事にフォークです。それでは今回の動画は以上です。ありがとうございました。